皆さんこんにちは。地図旅の時間です。僕は今羽田空港の第3ターミナルにいます。今日はこれから香港エクスプレスという LCC で香港に行ってきます。今回利用する香港エクスプレスはその名の通り香港を拠点とする LCC ワンワールドに加盟するキャセイパシフィックの子会社です。香港エクスプレスを利用するのは初めてなんですが、乗り心地なんかもお伝えできればと思っています。香港エクスプレスの特徴として個人的に気になっているのは3点。まずは LCC なので料金が割安なこと、次に羽田発着があること。関東の空港だと LCC は成田のみで羽田を使わない航空会社が多いですが、香港エクスプレスは羽田発着があるんです。最後は深夜便があること。これも羽田発着があるからできることですが、東京を深夜に出て香港に朝に着くフライトがあります。これがあるので今回のような日帰り香港旅行が成立するんですね。というわけで今回の予定ですが、羽田を深夜1時55分に出発し、香港に6時15分に到着。朝から香港観光を楽しんだ後に23時55分に香港を出発し、4時55分に羽田に帰ってきます。現地滞在は16時間40分。0泊の弾丸日帰り香港旅行です。これなら賞味1日のオフがあれば香港に行けます。ちなみに今回の航空券代は4万円くらい。別日程ではこのように4万円を切るものもありました。同じような日程を JAL で通ろうとすると10万円超え。JAL や ANA は最低3日の予定じゃないとチケットが割高になるのと、時間帯も日帰りには向いていないです。なので今回のようにサクッと香港の空気が吸いたい日帰り旅行の場合には LCC が最適なんです。というわけで夜の羽田空港に到着したわけですが、まずは晩ご飯です。レストランは22時までの営業のところが多いです。今は21時なのでまだ間に合いそう。この時間帯でも意外とお客さんはいますね。サクッと食べられるものがいいのでカレーにします。ゴーゴーカレーって人生で初かも。普通のカツカレーにしました。なんか懐かしさのある見た目だね。ついてきたのがスプーンじゃなくてフォークでした。これがゴーゴーカレーのスタンダードなのか。お味は普通に美味しいです。お腹もいっぱいになったのでお風呂です。空港併設のビラフォンテーヌホテルに温泉があります。泉天空の湯。では行ってきます。温泉でさっぱりした後はビールですよね。羽田のクラフトビールがありました。羽田ブルワリーのバイツェン。温泉価格だ。少し甘みも感じるお味です。ここは24時間営業の温泉。今日みたいな深夜発の時は遅い時間の電車で空港に来てから温泉でさっぱりして飛行機に乗るのもおすすめです。料金は4800円。ちょっと高いかな。25時以降はこれに加えて深夜料金4000円が加算されます。深夜は4000円で利用できるのではなく追加料金なので注意ですね。ビールの他に漬けマグロのお刺身ときゅうりも注文しました。12時くらいまで作業したら深夜料金がかかる前にターミナルに向かいましょう。香港エクスプレスは初めてだから早めの移動がいいね。エアポートガーデンのお店はコンビニ以外は閉店していました。この辺りは人も通らないから空港泊にも使えるのかなと思ったらダメっぽいですね。寝そべり禁止だそうです。住友不動産としてはホテルを使ってほしいですからね。時刻はちょうど0時を回ったところ。搭乗開始時刻まではあと1時間くらいです。終電後の空港ってちょっとワクワクするね。今日のフライトはオンラインチェックインは済んでるんだけど、一応カウンターを覗いてみよう。香港エクスプレスは大韓航空と一緒に J のところにありました。多少カウンターに待ち列はできてるけど、そんなに混んではいないね。香港エクスプレスは手荷物サイズによって料金が変わるんですが、今回はウルトラライトです。座席下に収まるサイズの荷物のみ持ち込めるプラン。今回は日帰りなのでバックパック一つだからこれで十分。じゃあ出国しちゃいましょう。出国手続きが終わりました。ゲートは143番。JAL 便ではなかなか見ない番号ですね。そういえば今回は300香港ドルだけ持っていきます。去年香港にいた時の残りなんですが、日帰りだしこれで十分じゃないかな。ゲートはラウンジのエリアを越えてさらにまっすぐ。
深夜でもこの辺りのご飯屋さんは営業してるんですね。お寿司もやってそう。ひたすらターミナルを奥へ奥へと進んで、ようやく143番ゲートが見えてきました。もう寝るだけだけど、一応近くの自販機でお茶だけ買ってあります。深夜便だけど割と満席に近いくらいお客さんがいそうです。座席番号順に搭乗なんですね。ちなみに今回乗る機体は香港から羽田に向かってきてるんだけど遅れてるみたい。まだ静岡上空にいるらしい。あと30分くらいで搭乗時刻なんだけどな。少し遅れたけど搭乗開始です。初めてのエアラインってちょっとワクワクするよね。席は窓側最高峰のエリアです。後ろの方が座席指定料金が安かった。多分ずっと寝てるだけなんだけどね。というわけで本日のお宿はこちら。シートピッチはちょっと狭めだけど思ったより空間はあるね。座面がちょっと硬い気がするのは不安要素かも。でも綺麗な機材。綺麗9ヶ月の新しい A321 ネオらしいです。個人モニターの代わりに広告が挟まってるんだけど、高松をめっちゃ推してる。アジアの LCC で四国線を飛ばしてるところ多いよね。高松とか松山とか。瀬戸内は人気なのかね。でもまあこれからの季節の瀬戸内海とかは最高だもんね。LCC に乗るとメニューとか機内紙がいつも面白いんだけど、香港エクスプレスはなんかおしゃれ。ご飯がめちゃくちゃうまそうだぜ。1香港ドルがざっくり20円くらいだから900円だね。機内なのと香港が物価が高いことを考えたらこんなもんかな。いちいち美味しそうだな。ドリンクはこんな感じ。まあ LCC は飲み物は持ち込むのがいいよね。ちょっと惹かれるのはこのエリア。紫基調のデザインが可愛い。このフライトタグとかもいいよね。ベストセラーなのも納得。スカイライナーの割引チケットと香川高松線のお知らせが。自分の国の都市をこんなに熱心に宣伝してくれるのは嬉しいね。さて飛行機は離陸していきました。ここから約5時間のフライト。今は深夜2時半くらい。東京湾近辺でもいつもよりもちょっとだけ暗い気もするね。それでは到着してからの観光に備えて寝ようと思います。さすがに眠いわ。目が覚めたらもうすぐ到着でした。見えているのは香港からマカオにつながる橋ですね。ここを通って空港からバスでマカオに行けるんですよね。というわけで空港もすぐそこ。暗くて分かりにくいけど曇り模様っぽいね。今は日本時間で7時。なので4時間半くらいは寝られた。これくらいなら LCC でも全然問題なさそうだね。着陸しました。なんか外の暗さも相まってこそっと香港にやってきた感じがするね。入国審査なんかも考えると正味16時間くらいが滞在時間になるかな。移動中にだいぶ空が明るくなってきました。キャセイがいっぱいいて香港にやってきた感じがするね。飛行機が止まったんだけどここからバス移動みたい。まあ LCC だし仕方ない。奥にビスタラがいますね。久しぶりに見ました。バスでターミナルまで向かっています。すっかり夜が明けた感じがある。無事に入国完了しました。懐かしいなこの空港の雰囲気。今回のフライトは出発時は遅延気味でしたが道中で巻き返してほぼオンタイムで着陸しました。今は7時を過ぎたあたりですね。まずはエアポートエクスプレスで市外へ向かいます。前回は物理カードでオクトパスカードを購入してたのですが今回はアプリ。これだとこれからいつでもチャージできるし便利です。エアポートエクスプレスは片道110ドルなので街中での電車代も含めて300ドルチャージしました。空港から乗るときは改札なしでそのまま乗車します。15分くらいの間隔で走ってるから便利。相変わらず綺麗で空いてる車内ですね。目的地の香港駅までは3駅30分くらいなのであっという間。このチンイっていうエリアやたら高層マンションが立ち並んでるんですよね。ベッドタウン的な場所なのかな。綺麗な建物ばかり。香港駅に着きました。ここから地下鉄に乗り換えます。改札にオクトパスカードをタッチすれば OK。 前の人が一瞬詰まったから謎のムーブをしてしまった。
iPhone だと日本の Suica とかと同じようにエクスプレス設定をしておけば、特に何もしなくても Octopus アプリが改札で反応するようになります。Octopus アプリから110ドル引き落とされています。チャージもスマホですぐできるから便利だね。Octopus カードはお店での買い物にも使えるところが多いから、これがあると現金の用意がより少なく済むのも助かる。地下鉄に乗るために香港駅と直結のセントラル駅に向かいます。このセントラル駅との連絡が結構歩くんですよね。時間にして10分くらいかな。この赤い路線に乗ります。香港は Google マップが普通に機能するから外国人でも乗り換えに迷わない。3駅目のジョーダンまで乗ります。地下鉄も綺麗。物価の高さに目をつぶれるなら住みやすそうな街だよね。ジョーダン駅の外に出ました。お目当ての店が見えてきています。オーストラリアデイリーカンパニー。観光客にも人気だし、ローカルな人もたくさんいるお店。すでに忙しいお店なのでさっと注文しないといけません。今回は一番上の朝食セット的なものにします。注文して30秒でマカロニスープが出てきました。こっちは追加したミルクプリン。前は冷たいのにしたから今日はホットです。じゃあ食べ始めましょう。トーストも来ました。卵は目玉焼きとスクランブルエッグが選べます。何の変哲もないんだけどこれがうまいんだよね。お店は満席なのでさっと食べよう。そこでずっとプリンを作り続けてるみたい。ホットミルクプリンもこれはこれで美味しい。よく考えたらプリンは出来たてはホットなのが当たり前だもんな。コーヒーか紅茶もセットに含まれています。紅茶はデフォルトでミルクティー。食事を終えて出てきました。いつの間にか待機列が伸びている。でも回転は早いからいつ来てもすぐ入れると思います。じゃあまた地下鉄で少し移動します。20分ほど移動してきました。チョイホンの団地にお邪魔してみています。見ての通り虹色のアパートが立ち並んでいます。インスタなんかでもよく目にするここは団地中央にある駐車場の屋上。住民の方が朝の運動をしているのでお邪魔にならないように隅っこにいます。なんだかちょっとリゾートっぽい雰囲気の植栽。香港のマンションって空を奪い合うように伸びるものが多いのでこういう場所があるのは意外。ちょっと歩き通しで疲れていたのでベンチで休憩。健康的な朝ですね。太極拳みたいなのやってる人もいました。じゃあまた移動です。この駐車場の上にいました。 Google マップだけ見てるとこの上があの場所だってなかなか気づけないかもね。この団地の建物はみんな虹色で統一されていました。次はバスで移動です。目当てのバスが来たら手を挙げて止まってもらいます。ダブルデッカーが多い。全然来ません。電車と比べてバスはちょっと難易度上がるよね。ようやく乗れました。わずか2駅のために10分以上待ったな。歩いて15分の距離だったので歩いてもあんまり変わらなかった。まあでもこれも経験だね。目的のバス停で下車。どんどんバスが来るね。次はこのエアサイドという商業施設に向かいます。7月13日まで空論城の映画セットが展示されているんです。映画トワイライトウォリアーズのもの。でも11時オープンだったのでちょっと待ちます。アリシスの香港の雰囲気を再現しているらしいです。オープンと同時にお客さんがたくさんやってきました。
生活感のあふれる作り込みだね。映画も面白いので気になる人はぜひ見てみてください。じゃあそろそろいい時間なのでお昼ご飯にしましょう。ワンポアにやってきました。なんかクルーザー風の建物があるね。でもこっちじゃなくて左手の建物でランチにします。このワンポア新天地っていうビルにはいろいろレストランがあります。今日行ってみるのはこちら、ウィンダイエン。ここはミシュランのビブグルマンにも選出されている四川料理のお店。中でも担々麺が有名みたいなので食べてみたいと思います。改良担々麺ってなんだろう。一緒に小担保も食べてみよう。見るからに観光客だからか先輩用のたらいはもらえませんでした。全然いいんだけど。お茶は多分これプーアール茶なのかな。あんまり飲んだことないからわからないけど。改良担々麺はスペシャル担々麺でした。もう見るからに美味しそうだ。小担保は4つ入り。あと黒酢ね。この2品でだいたい100ドル、2000円くらいです。担々麺は確かにうまい。ごまが程よく効いた割とスタンダードな美味しさだと思います。辛さも普通なんだけど、食べ進めるとちょっと汗をかいてくる感じ。美味しいです。小担保も美味しい。このお店は何を食べてもうまいんだろうな。というわけであっという間に完食。美味しかったです。値段も香港の物価からしたら普通なのかな。また来よう。外に出てきたんだけど、よく見たらこれイオンなんだね。そしてあっちにも看板がある。ちょっと行ってみるか。米田コーヒーもあるんだね。この周辺は日本人も多く住んでいるらしいです。近くにイオンがあったら暮らしやすいだろうな。入ってすぐにダイソーがある。日本と同じ生活ができそう。自分が昔海外暮らしだった頃はイオンなんてなかったし、なんか羨ましいですね。この環境なら不自由なさそうです。ここは完全に日本と同じ。日本で買うよりも当然高いけど、でも現実的な値段。品揃えも豊富ですね。じゃあ今度は地下鉄でクーロン川の中心地に向かいます。チムサーツィチョンキンマンション。なんとなくここには来ておかなきゃって気がする場所ですね。昔ほどカオスな雰囲気は薄らいでるんだと思いますが、香港のごちゃごちゃを感じられる場所。今日は地下のエリアをちょっと見てみようと思っています。地下はきれいに改装されていて、お土産屋さんやレストランもあります。クレーンゲームコーナーだ。ちょっとしたギャラリー。お土産物がいろいろありそう。それにしても今日は暑いですね。さっき見たら25度ありました。ちょっと海辺に向かいます。ペニンシュラホテル。その名の通り半島の先端にあります。目の前がビクトリアハーバーなので客室からの眺めも良さそう。あっちはシェラトンですね。香港芸術館。時間があればじっくり見たいんだけど、今日は日帰りだからまたの機会だな。あの先がハーバー。ビクトリアハーバーです。
香港に住んでる人は日常がこの景色なんだからすごいよね。香港島はすぐそこ。フェリーでもわずか5分の距離です。いい天気だね。よく考えたら今日が天気悪かったら悲惨だったな。雨の中で一日中歩き回って日帰りなんてかわいそうすぎる。穏やかな日でよかった。今日は香港島にも行くけど、もう少しだけこっち側を散策します。ハーバーシティにあるカフェに入りました。知り合いのバリスタがいる店。カッピングルームと言います。見ての通り窓のすぐ外は海。こんないい感じの窓も用意されています。今もお客さんが入れ替わり立ち替わりここで写真を撮っていますね。僕は空気を読んで遠慮しておきました。でもコーヒーも香港でトップレベルに美味しいのでいろんな人におすすめです。いろんなバッテリーがピンチです。なのでモバイルバッテリーをレンタルします。アプリでモバイルバッテリーをレンタル完了。日本でも展開しているチャージスポットが香港にもありました。日本では使ったことなかったんだけど、まさか香港で初めて使うとは。スマホは大丈夫なんだけど、カメラの充電がピンチなのでチャージスポットがあって助かった。とりあえずこれでしのぎながら観光を続けます。アプリでレンタル可能な場所は確認できるのですが、中心部だとこんなにたくさんある。最近飛行機内のモバイルバッテリーの扱いが面倒になったから今日は持ってこなかったんですよね。こんなにすぐ力尽きるとは思ってなかった。さて次はスターフェリーで香港島側に渡ります。あそこがフェリー乗り場です。セントラルとワンチャイ行きがあります。今回はワンチャイ行き。そこからバスに乗り継いで移動する予定です。観光資源でもあり日常の足でもあるスターフェリー。クレカタッチやオクトパスカードで乗ることができます。iPhone でタッチするだけで OK です。便利だね。5ドル。100円くらいですね。去年は物理カードを使ってたんだけど、スマホに入るようになってすごく便利になった。乗船時間です。ほんの数分でも船旅ってワクワクするよね。みんなビューポイントの確保に必死です。先頭側が人気みたいだけど、僕は後ろの方が好きです。というのもこの時間は香港島側は太陽の位置の関係で逆光で暗くなりがち。これはこれで迫力はあるんだけど、香港島は朝か夜に眺めるのは一番いいんじゃないかな。逆に船の後ろから空論側を眺めるとこんな感じにくっきり綺麗。フェリーはあっという間にビクトリアハーバーの真ん中あたりまで進んでいます。なんかクルーズ船みたいなのがいますね。そこそこの大きさの船だ。フェリーもシティーナスに光っています。これでも便数は減ったらしいけど、じゃあ昔はどんな風景だったんだろうね。ティーポートがあってまさに今飛び立とうとしています。忙しいお金持ちが空港まで飛んでいくのかな。フェリーがワンチャイのターミナルに到着しました。あっという間だったね。着きました。じゃあバスに乗り換えよう。この辺りもでかい建物が多いね。夜のハーバーショーではこのビル一つ一つがキラキラ光ります。あちこち写真を撮ってたらバスに乗り遅れました。なのでウーバーで向かおうと思ったら結構高いんだよね。バスや地下鉄なら5ドルくらいなのに。多少時間は余計にかかるけど地下鉄で向かうことにしました。でも公共交通機関で旅するのって大事だよね。
そうするとそれぞれの街の特徴がもう少しわかるようになる気がして、その感覚がまた旅を楽しくしてくれます。というわけで続いてやってきたのは通称モンスターマンション。香港らしく密集してマンションが立ち並ぶ場所です。この窓の一つ一つが家で生活があると思うと密集度合いがすごいよね。でも今や観光客が多すぎてこんな感じ。ここに住んでる人からしたらいい気はしないだろうなと思うと、最近はなかなか来づらくなってしまいました。さっと見学したら移動しましょう。ここにお金を落とす方法がないかと見回していたらアラビカがあったので入りました。まあアラビカからここにお金が落ちるかというと微妙なんだけど。だいぶ暑いのでエスプレッソトニックにしました。でもアラビカがあるってことはそれだけ観光客が来るんだろうね、やっぱり。だんだん日が傾いてきました。次に向かうのは香港観光のメインディッシュ的な場所の一つです。また地下鉄に乗ってアドミラルティまで。そこから徒歩で10分くらい。香港公園の横の坂道を上がっていきます。ピークトラムに到着。めちゃくちゃたくさん人が並んでますね。ここからトラムでビクトリアピークという絶景スポットに登る予定です。夜景が綺麗に見えるポイントなので、その前に向かっておきます。とりあえず並び始めたんですが、大行列。トラムに乗れるまでに1時間くらいはかかりそうな雰囲気だね。ということで、お金の力で殴りました。ピークトラムには優先レーンを使えるルビーパスというのがあり、それを買いました。300ドルで優先レーンと展望台入場券とトラム代。展望台とトラムはバラ売りで合計180ドルくらいなので、120ドルが優先レーン分の価格って感じかな。さっき Uber をやめて100ドル節約したし、時間を買うために120ドルならよしとしましょう。トラムの乗り場が見えてきました。優先レーンを使って20分だから普通に並んだらとんでもない時間かかったかもね。夜景の時間はやっぱり混みます。トラムがやってきました。相変わらずすごい角度だね。ピークトラムの座席は進行方向に向かって右側が断然おすすめ。今回はうまく位置取りできるでしょうか。ちょうどこの階の一番最後の乗車になったのでドア横に立っています。この右側に映っている白い柱の影なので後ろのお客さんの邪魔にもならない位置。ラッキーでしたね。トラムが36駅を出発しました。ものすごい角度で頂上に向けて登っていきます。比較的なだらかなところでもこんな感じ。ある程度登ると右手に高層マンションとビクトリアハーバーが見えてきます。これがあるからおすすめは右側座席なんです。街が夕日に染まり始めましたね。ここからの時間は展望台もどんどん混雑していきます。前回は昼間に登ったので一度夜景もここから見てみたかったんですよね。山頂駅に到着です。ここから展望台に向かいましょう。展望台に向かう途中でも十分絶景です。実際展望台の料金をセーブしてここで記念撮影している人もたくさんいます。展望台に到着しました。やっぱりせっかくならガラス越しじゃなく直接見たいですよね。クーロン半島の向こう側まで見渡せます。ビクトリアハーバーがよく見える位置を確保できたので、ここで暗くなるのを待ちたいと思います。展望台の反対側からは太陽がもうすぐ沈もうとしているのが見えます。
今日の香港の日の入りは18時35分。もうすぐですね。一応日没時間を過ぎました。少しずつビルに明かりが灯り始めてますね。刻一刻と空が暗くなってビルの明かりが増えていきます。だいぶ暗くなったね。19時を過ぎました。もうすっかり暗いですね。展望台に来てから1時間くらい経っているので、そろそろ撤退しようと思います。帰りの飛行機のこともあるしね。泊まりで来るならここから20時のショーを見てみるのもいいかもですね。ちなみにビクトリアハーバーから見るショーはこんな感じ。よければ過去の日帰りじゃない香港旅行の動画もご覧ください。それでは帰りましょう。一気にお客さんが帰り始めたのでこんな状況。コラムで下まで戻ります。晩ご飯を食べたいのでセントラルまで歩いてみます。これさっき上から見えていたビルですね。まばゆい。この辺りは香港島の中心部なので大きくて綺麗な建物がたくさんです。散歩するのも楽しいですね。今日の晩ご飯はこちら。ワンタンが有名なお店です。メニューも英語があるので注文しやすいですね。エビワンタン麺を食べようと思ってたんですが、ちょっとプラン変更。エビっ子とオイスターソースの麺にしました。空港でも食べたいものがあるのでちょっと控えめにしておこうと思います。スープ付き。すごいシンプルな料理なんだけど美味しい。やっぱりこの国の食べ物は何食ってもうまいね。満足です。さっきの店は支払いにカードが使えなかったんだけどオクトパス払いができました。やっぱりあると便利だね、オクトパス。さてそろそろ空港に向かおうと思います。気になるお店がいろいろあるけどそれはまた次回。一日中歩いていたので早めに空港に行ってシャワーを浴びたりしたいんだよね。でもその前に近くのセブンイレブンでモバイルバッテリーを返却します。バッテリーも返却したので駅に向かいましょう。今歩いているのはミッドレベルズエスカレーター。確か世界一長いエスカレーターとして認定されてるんだっけな。でも見ての通りエスカレーターは上り方面しかないので下りはただの長い階段。頑張って歩きます。こんな感じでずっと上の方まで続いています。先が見えない。セントラルの駅まで帰ってきました。帰りも電車で空港まで向かいます。フライトまであと3時間43分なので急ぐ必要はないけどそんなに余裕もないですね。ちなみにエアポートエクスプレスは片道110ドルなんだけど当日に往復する場合は袋の料金はかかりません。ちょっと得した気分。空港に到着しました。やっぱりアクセスのいい空港は楽だね。ゲートは215番。搭乗開始は23時10分なのであと2時間ちょっとだね。215番ゲートは最果ての地みたい。ちょっと早めに移動した方が良さそうだ。今回は LCC なのでプライオリティパスのラウンジを使います。入場待ちがあるみたい。受付チケットを取るのか。なんか自分の番号はまだ順番回ってきてなかったらに入れました。香港はターミナルに無料シャワールームもあるんだけど今回は充電もしたかったので PP ラウンジにしました。ご飯もあるけど混んでるね。ドリンクも種類豊富。ちょっと騒がしいけどいいラウンジですね。シャワーブースを予約して順番を待っています。これでさっぱりしたらあとは飛行機の中で寝て帰るだけです。日帰りだと結構バタバタするかと思ったけど案外いろいろ見て回れましたね。シャワーの順番が来ました。
というかもう浴びちゃったのでちょっと濡れてるんですが、使う前は綺麗に掃除されていました。シャンプーとボディーソープが備え付け。アメニティもいろいろあります。無事にシャワーを浴びて一安心です。歩き回ったままの体で飛行機はちょっと嫌だからね。じゃあそろそろゲートを目指しましょう。搭乗開始まではあと38分。今回のゲートはサテライトにあるみたい。連絡列車に乗って移動します。ちなみに今回の日帰り旅では25000歩歩いたみたいです。公共交通機関をたくさん使ったからこんなもんですかね。215番ゲートは一番端っこみたい。サテライト側はだいぶシンプルな作りみたい。あんまりお店とかもなさそうかな。お店はあってもこの時間は閉まってるんだ。飲み物くらいは買っておきたいんだけど。あそこで買えそうですね。無事にゲートにたどり着きました。ここまで来ればもう終わったも同然ですね。もうすぐオープンみたい。さあ搭乗開始です。機材は行きよりもちょっとくたびれた感じ。シートピッチもちょい狭め。もうすぐ離陸です。機内はほぼ満席でした。飛行機は離陸していきました。夜景が綺麗ですね。もう羽田に着くまでに絶対起きない自信があります。さすがにちょっと疲れたな。それではしばしおやすみなさい。目を覚ましたらもう東京上空でした。LCC のシートの狭さなんて疲れて寝ちゃえば全然関係ないですね。羽田に着陸です。飛行時間自体は3時間しかないから寝てたら一瞬でしたね。これから家に帰ってすぐお仕事です。昨日の深夜に羽田を出たので丸1日で香港から帰ってきました。やってみたら意外といけるもんですね。これができるってことは日帰りで香港ディズニーランドに行くのもいけそうな気がしてきた。体力的にはやっぱり疲れはしたけど、弾丸でも海外の空気を吸えるとかなりリフレッシュするので、日帰り海外旅行はこれからも追求してみようと思いました。睡眠時間で移動できるので時間効率がいいし、宿代がかからないのはお財布に優しい。もちろんじっくり休みが取れるならそれに越したことはないんだけど、日帰りでも行けるっていう選択肢があると心の安定につながるね。香港でできるんだから台湾とか韓国はもっとやりやすそう。というわけでこのチャンネルでは今後もいろんなスタイルの旅に挑戦してみようと思います。もし気になった方はぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。